どうも皆さん、こんきき、今日もアニメレビューの時間だよ。再来週くらいから冬アニメも終わり始めるな。なんかあっという間だよね。こないだ始まった気がするよ。長いようで短い3ヶ月。4月からはタイバニとかもあるしさ。タイバに4月からなん、もっと先かと思ったわ。ちなみにネットフリックス限定だよ。わそんなわけで、今日のレビューはこちら。王子の本命は悪役令嬢。お、このキービジュアルの雰囲気、僧侶枠やな。この作品は、2022年最新の僧侶枠だよ。2022年一発目の僧侶枠か。最近は、割と当たりというか、面白い僧侶枠の作品も増えてきましたよね。一時期はひどかったけど、最近は、普通に見れちゃう上に、面白いんだが、みたいな作品も増えてきた僧侶枠。極物は多いですけどね。ちなみに僧侶枠って何って人は、概要欄に僧侶枠解説動画のリンク貼っておくので、そっちを見てみてね。要チェックや。僧侶枠らしく、この作品は、1話4分の作品なんだ。最近は、BL 要素のある作品も多いけど、この作品は、いわゆる悪役令嬢ものなんだ。なんか、最近、ナローでも流行っとるジャンルなんやろ。ハメフラとかが代表例やな。その流行りの乗っかった感じだね。前期では異世界転生とかもやってたけど、この作品は、過労死した主人公が自分のやってた乙女芸の世界の悪役令嬢に転生してしまうんだ。どうしてそこら辺は一切触れられない。大奥みたいな禁忌やな。世界観や設定の類が冒頭の20秒くらいで主人公のモノローグとして一気に語られる。さすが僧侶枠、細けい設定はどうでもええんや、みたいなノリで設定喋りまくるんやな。驚くほどの順応性で、主人公はあっさりと悪役令嬢であることを認識し、推し、キャラの王子様にときめくんだ。タイトルの漢字やと、その王子様とずっこんばっこんなんやろ。本来、彼女が転生してしまった悪役令嬢は王子様の婚約者ではあるんだけど、ゲームでは最終的に主人公が選ばれるんだ。まあ、それが悪役令嬢の立ち位置やもんな。ただ、物語の最初の時点で王子の悪役令嬢への好感度がマックスなんだよ。どういうこと？特に何もしてないのに本来はゲームの主人公が選ばれるはずだった場面で、なぜか彼女の方が選ばれちゃったり、特に何か行動しなくても王子様は悪役令嬢ラブなんだよ。このままだとバッドエンドになってしまう。自分を好きになってくれるのは嬉しいけど、推しが不幸になるのは嫌だと彼女はバッドエンド回避のルートを模索するんだ。ちょっと面白そうやん。彼女は、あえて、純愛乙女ゲームのこの世界で、まるで R18 のゲームのごとく王子を誘惑してみたりもするんだ。この作品は乙女ゲームの世界かもしれへんけど、同時に、僧侶枠の世界やからな。それはあかん。当然のごとく襲われる。もうすがすがしいほどの僧侶枠なストーリー展開やな。ダメ、このままじゃバッドエンドになっちゃう。とか戸惑いつつも推しの推しに負けちゃう。推しの推しはオタクとしては逃れられへんな。結構、この作品ガバガバなんだよね。最初の王子が、主人公じゃなく悪役令嬢を選んじゃう部分もそうだけど、どうして、ゲームそのままのストーリーという、本来なら逃れられない運命から逃れたのかというのが弱いんだよ。設定的にすんごい悪役令嬢が優位なんだよね。王子様と悪役令嬢は幼馴染で、王子様は、幼い頃から悪役令嬢ラブ。逆に、その設定で、なんでゲームの主人公が選ばれるのか謎やな。悪役令嬢も、実は悪役令嬢になるしかなかった経緯とかもあるんだ。でも、その設定を、主人公が全く知らない。プレイヤーなんやろ？自分が選ばれるとどうしてバッドエンドなのかとか、ゲームで描かれてるはずのストーリーすら、主人公がちょっと忘れてたりもする。なんやねんそれアップなんか？主人公が知らない、忘れている設定やストーリーが全部、悪役令嬢と王子が結ばれるためのお膳立てみたいな設定が多すぎるんだよね。なんか、もう、何もせんでも結ばれそうやな。一応葛藤はあるんだ。王子をバッドエンドにさせないために嫌われないといけない。でも、推しには嫌われたくないし、推しの推しには流されるまま。推しの幸せと、自分の幸せな状況を天秤にかけないとあかんはずやのに、自分の幸せを優先しちゃうんか。そのせいで、ゲームの方の主人公の立ち位置や状況が微妙に変化してたり、ゲームのストーリーとは別の方向に行きそうなところで物語が終わっちゃうんだ。めっちゃ中途半端。いろいろな要素が中途半端なんだよね。悪役令嬢という立ち位置、ゲームの世界という設定、王子と悪役令嬢の設定、ゲームの主人公の立ち位置。まだ、物語的には、序盤やからしゃあないのかもしれへんけど、なんか微妙ですね。すごく微妙なんだ。つまらないってわけじゃない。推しへの思いの葛藤とかはいいし、悪役令嬢の葛藤を、よそに、悪役令嬢への思いを募らせてくれる王子のキャラも悪くない。でも、悪くない止まりなんだよね。なんか、この作品だからこその面白さがあんまなさそうやな。僧侶枠だからこそのセクシーシーンも微妙なんだ。キスしてずっこんばっこんくらい。普通のアニメやったら、それだけで大元やけどな。これで1クールでストーリーが完結してれば、すっきりと見れる悪役令嬢ものとして評価できるかもしれないけど、歯切れの悪い展開も含めて、いろいろな要素が微妙って感じの作品になっちゃってるんだ。残念やな。
最近の僧侶枠は2期もやりだしたるし、この作品も今後2期があればストーリーが進んで面白さが出てくるかもしれないけどね。続きがあればって感じやな。正直、この作品を見終わった後に次回の僧侶枠の PV 見たらこの作品の内容が全てぶっ飛んだ。2022年春放送3秒後、野獣。もう、タイトルから全てを察しますね。今期の僧侶枠は、ちょっとパンチが弱かっただけに、来期の僧侶枠に期待したいところだね。ほなまた次回。じゃん。